幸せな青い鳥になりたかったけど、なれなくて黒い鳥になってしまった。ちょっと待った。もうなんで止めるのポン。嫌だってそれパクリでしょ。バレちゃったのポン。パクリはダメ。もう一回やり直しね。あいなのポン。やあ、公認クリエイターオフイブでしそ納豆さんがずっと頭につけてて、セガさんの受付のお姉さんがくすりと笑った噂のカチューシャが。これちょっと待った。もうなんで止めるのポン。嫌だってそれは面白いけどダメね。今日は厳しいのポン。もう一回やり直しね。竹さん、テイク4。今の何？やあ。なんか一体人が来ちゃったのポン。とりあえず逃げるのポン。わあ、はずきちゃん待ってよ。待て。あの時はありがとうございました。この状況でお礼言わないの？散々な目に遭いましたが、こんにちは、はずきです。ヒロ新井さんのあの椅子に座ってお尻が痛くなったポンです。さて気を取り直しまして、今回のお話はこちら。その武器防具の強化、ちょっと待って、7月のアップデートということでお話ししていこうと思います。7月のアップデートといえば何といってもラインストライクの実装、そして新しく実装された理論値構成にも入る特殊能力グラングラディエソールの実装が挙げられますが、ちょっとこのグラングラディエソールについてと言いますか、グラングラディエソールについてイコール装備強化についてだと思うので、装備強化についてお話ししておきたいことがありますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。グラングラディエソールを頑張って手に入れたポンからすぐにつけてっていうのを非常におすすめしないお話を動画の最後にしていこうと思います。なんでなのポン。それは後でお話ししようね。ということで今回も火力に関するところをピックアップしつつ、まずは今やっているキャンペーンや先日アップデートされた内容を振り返っていきましょう。しっかり確認するのポン。さて今開催されているキャンペーンで気にしたいものは主にスクラッチ関係です。期間中最大150回無料で SG スクラッチが引けますので、150回分15日分ですね、ログインをして引いておきたいところです。主に欲しいアイテムはこちらで、レベルの低いプリセットの強化に役立つアイテムが入手可能なので、仮にコンゴローゼラムやコルボシリーズといった自力でプリセットレベル5を目指せる武器が実装された際に重宝しますので、積極的に集めていきましょう。ポンたちはいつもこのアイテムたちにお世話になってるのポン。このアイテムの詳しい使い方についてはぜひこちらの動画を見ていただければと思います。次に気にしたいスクラッチは超無限祭スペシャルスクラッチです。スペシャルスクラッチといえば SG ですね。今回もしっかりと入手できますので SG を今のうちから集めていきたいところです。頑張って集めるのポン。最後に注目したいスクラッチはトレジャースクラッチです。プリセット強化成功&大溶剤レベル2が手に入ったり、今おそらく全てのアークスさんが欲しいグラディエソールとハルフィニリアが入手できますので、ガンガン引いていきましょう。ガンガンってどっかで聞いたポンね。あのイケメンセガ社員さんが言ってたね。そしてスクラッチはスクラッチなんですが、こちらは AC スクラッチ12周年記念支援アイテムセレクトが配信されています。気になるところは何回引けば豪華アイテムがもらえるのか、回数ボーナスのところでしょう。ということで実際の回数ボーナスはこちら。特殊能力移植パスが50回、プリセット能力強化成功&大溶剤レベル4が80回。思っていたよりは良心的かなって思います。余裕のある方は50回引いておくと良さそうです。ポンたちは80回引いちゃうのポン。それでは次にラインストライクについてお話ししていこうと思うんですが、ここでは基本のところは置いておきまして、私が実際にプレイをして、あ、そうなんだって思った部分をお話ししていこうと思います。詳しい基本ルールを知りたい方はみけいさんの動画を見てください。うわ、あからさまな丸投げなのポン。違うよ、適材適所っていうの。では1つ目、重ねて召喚すると召喚するコストが下がるっていう仕様ですが、私これ勘違いしていたんですが、先に置いてあるカードの分コストが引かれるという仕様ですね。見ていただいている通り、コスト5のヒューイがコスト1のカードに重ねるとコスト4に、コスト2のカードに重ねるとコスト3に、コスト3のカードに重ねるとコスト2になります。そしてこの仕様は氷属性のエコーが召喚できないので、同じ属性のみの適用となっていますね。ふむふむ。次、攻撃力が勝っていても拠点が破壊されていると攻撃はしないっていう仕様のようです。
競り合っている時ほど忘れがちなのポン。あとマイショップでカードの欄があるのでマイショップ取引が可能なのかなって思ったんですが、星3のゼノを持っていても出品することはできず、検索しても出てきませんでした。後から可能になるってことなのかな。多分。最後に NPC バトルでもカードスクラッチ補助券は入手可能なので気負いせずガンガン遊ぶといいポンね。気に入っちゃった。気に入っちゃったのポン。さて7月のアップデート内容の振り返りは以上になりますので、ここからは今後のアップデートについてお話ししていきます。と言っても少ししかないのでサクサクっと見ていきましょう。7月17日アップデートでは期間限定クエスト想定演習未確認領域 A64 が配信されます。この期間限定クエストと似たようなものと同じ仕様なのであれば比較的周回しやすい分類の期間限定クエストかなって思いますので、ギャンギャン周回しようポン。ギャンギャンになった。で今回から新しい試みとしてトリガーが落ちてルイのグリフォンを討伐するクエストに行けるみたいだね。短時間で期間限定クエスト1回分をクリアできるっていうことポン。おそらくはそうなのかな。例えばスペシャルスクラッチ券が確定ドロップしたり、プリセット能力強化成功&大溶剤レベル2がドロップしたり、もっと言えばエイジスソウルとかエラーディソウルがイヤタスクの達成で移植パス補助券がもらえるから十分行く価値はあるかなって思うかな。わかったのポン。頑張って周回するのポン。7月24日アップデートではエアリオイントルウダーズに新ランクが追加されます。こちらでも称号で移植パス補助券がもらえるようです。グランギガスマ ST の素材ギガス 4K の特殊能力カプセルが入手可能かと思うので、集めきっていない方は積極的に集めた方が良さそうですね。ポンたちも頑張って集めるのポン。ということで7月のアップデート内容については以上になります。それでは皆さんお待ちかねのこちらのお話に入っていきましょう。まず今回のお話は本気の強化グラングラディエソールグランギガスマ ST そしてルクスハルフにリアを使用した強化を控えてほしいといった内容になっています。ではなぜ今本気の強化をしてはいけないのでしょうか。答えは簡単で、もうすぐ新武器や新防具が実装される可能性が非常に高いからです。そうなのポン。とりあえず過去のデータを見てみるとこんな感じで、2月にエイジャクス、8月にオクトス、2月にエイナーが来たっていう感じなのね。半年周期なのポン。そうだね。これが他の配信者さんも言ってる半年周期を気にするとか、もうすぐ半年だから新防具かなって言ってる部分なのね。なるほどポンね。じゃあ8月って新防具が来るのポン。今回に限ってはそうとも言えないかなっていう部分があってね。どういうことなのポン。じゃあこの最新のロードマップを見てみようね。8月9月のアップデート内容はこんな感じで書いてあるんだけど、っていうかね、今回どこで新防具が実装されるのかものすごく予想しづらくてね、あくまで予想というかエンタメとして聞いていただければと思うんですが、一つずつ見ていきましょう。まずはエアリオのハイランク。これはおそらくこのエアリオ石指機械と紐付けられてるかな。前回もそうだったし、前回の石指機械といえばドライエル君だったポンね。ということはここでメガドライエル君の上位版ギガドライエル君が、それはわかんない。オメガドライエル君が、それはない。グランドクロスエクステンションドライエル君が、絶対ないっていう冗談は置いておきまして、ポンは本気なのポン。絶対ない。何かしらの特殊能力はありそうな予感はしつつも、時期的にエイジスソウルやエラーディソウルのばらまきがあっても良さそうかなっていう予想で、さすがにここで新防具はないかなっていう感じでしょうか。ふむ。次、高難易度パーチクエストですが、これはおそらくいつものでしょう。いつものなのポン。おそらくダリオンくんか強化エイジスくんのランクが上がりそうです。報酬はソーラスおじさんを考えるとあまり美味しくはなさそうではありますが、例えば強化エイジスくんが強化されてエイジスソウルとエラーアディソウルがダブルドロップで確定でここなんて調整が入ったりすると嬉しかったりします。まあさすがにないかな。ないポンね。ここでも新防具はなさそうと予想します。次、オーディナルタワー拡張なんだけど、確かオーディナルタワーって新しい武器とか防具っていうより少ない回数で最前線まで追いつけるアイテムが入手できる場所だったはずなので、ここでも新防具はないかなって予想します。鉱石とか1杯もらえたはずなのポン。ここでもやっぱりエイジスソウルとかエラーディソウルが入手しやすくなったらいいなって思います。
次、ルシエル探索拡張なんですが、これはおそらくルクス系ギガス系の LC が追加されるのかなって思います。LC のみを使って強化している人たち向けの底上げがされるのかなっていう予想ですね。ここでも新防具新武器はないかなっていう予想です。じゃあどこにありそうなのポン？なんとなくなんだけど、ネームレスシティ拡張に実装されるかもって思うかな。まさか EX 特殊能力が実装された防具が来るかもってことなのポン？だね、はずきちゃん鋭いね。変なのポン？とはいえあくまで予想なんだけどね、警戒しておいて損はないかなって思うかな。もちろん新しい EX 特殊能力の追加ってだけで終わるかもだし、もしかしたら何もないかもだしね。で、今まで話してきた全てに新防具の実装がなければ、さすがに10月のスティアハイランクで実装されるよねっていう感じかな。ふむふむなのポン？はい、今後はこういった感じでアップデートが続いていき、現在ではいつどこに新武器や新防具が実装されるのかがわかんないといった状況なので、私の個人的な意見としては、装備の本気の強化は様子見した方がいいのかなっていうことをおすすめしたいです。わかったのポン？それでは最後に、ぜひ皆さんにも気にしてほしい、次の武器防具が実装されるまで気にしてほしい4つのことをお話ししていきます。1つ目、新武器新防具がいつ実装されるのか。2つ目、新しい特殊能力は実装されるのか。ここまではいつも通りですね。3つ目、特殊能力移植パスが集まっているか。これはご自分が準備する特殊能力カプセルを大幅に減らせるかもしれないので、積極的に集めておきましょう。最低補助券100枚、武器1つ分は欲しいところです。最後に4つ目、防具に EX 特殊能力が実装されているのかをものすごく気にしましょう。ポン、今大事なことに気がついたのポン。特殊能力移植パスを頑張って集めて移植したら大丈夫ポンから、すぐつけても大丈夫なのポン。ちょっと待った、それ一番しちゃダメ。なんでなのポン？ AC スクラッチの回数ボーナスで入手しちゃえば1個は確実に移植できるポンから、1個だけならすぐに本気強化してもいいポンよね。それはね、EX 特殊能力を移植した後の武器なら大丈夫かなって思いはするけどね。防具は本当におすすめはしないよ。はずきちゃん、EX 特殊能力の付け方って覚えてるかな？元から EX 特殊能力があるときは特に考えなくてもよかったポンよね。だね。で、元から EX 特殊能力がないときは全移植しがないポンから元の特殊能力が消えちゃうポンよね。だね。じゃあはずきちゃん、EX 特殊能力付きのものに EX 特殊能力がついていない特殊能力を全移植しようとするとどうなっちゃうの？EX 特殊能力が消えちゃうのポン。よくできました。ってことはつまり？はずきちゃんも考えてる通りで、もしも EX 特殊能力が防具に実装されれば特殊能力の移植ってできないのよ。まあ正確にはできるけど EX 特殊能力が消えちゃうから、みんなそういうことはしないよねってことね。よくよく考えてみると怖くなってきたのポン。でしょ。一つつけるだけでもかなり高額だし労力もいるしで付け直しなんて考えたくもないでしょ。だからこの4つのことをぜひ気にしてほしいし、今後のアップデートでまだ不透明なところが多いから、本気の強化は様子見をした方がいいっていうのをおすすめしたいかな。ものすごく分かったのポン。付け直しなんて怖いのポン。だね。しばらくさっきの4つのことを気にしていこうね。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。皆さんも装備の強化については焦らず慎重に行動していただければと思います。ポンたちはグラン、グラディエソールとルクス、ハル、フィニリアをせっせこ集めていますポン。せっせこ？ガンガン集めていますポン。今忘れてたでしょ。ということで次回も会えることを楽しみにしています。バイバイ。